さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室から Perfume 研究員が登場。新宿伊勢丹行くじゃん、そらやってんだから Perfume がさ、いろんなさチョコレートディスコ T シャツ L 売り切れですわ。なんで初日に行けなかったんだけど買いたいよね。黒さあ先週9月21日で、メジャーデビュー11周年を迎えました Perfume 研究員。初の試みとして3人バラバラで全国各地にこれキャンペーン行ったそうなんです。さあ今夜はそんな今年のメジャーデビュー記念日を研究していきます。 Perfume ロックス。Perfume Locks starring Perfume。 全国各地3人バラバラで迎えた今年のメジャーデビュー記念日を研究せよ。言ってましたね。はい。私、あーちゃんは名古屋で、で、ゆかちゃんが大阪で、のっちが福岡。はい。3人バラバラにキャンペーン行くの初めてだったね。ねえ。それについて質問絶対されるじゃん。絶対された。なんて言ったん？いや、初の試みですねって言った。流した。終わらせた。広がらないやつ。って避けた。はい、そうです。だからずっとそわそわしてますみたいなことを言った。もう緊張してますっていうのをもうそのまま言ってたね。へえ。あーちゃんは。そうなんですよ。いつもは3人でその説明を全部。それもした。3人でやっぱ行動するっていうこと、全ての仕事においてみたいな、それをポリシーにしてきたところを、11という数字、10を超えた数字に何か新しいことにやってみようということで、そういうなんかこう説明で終わらせた。なるほどね。でもさ、3人バラバラな土地にいたけどずっと LINE で報告し合ってたし、なんか一緒にいないっていう感じはしなかった。なんか遠くにいるけど同じことしてるから、こう想像がつくというか、でそっちのチームで何してるっていう報告が面白くて、面白かった。ラジオの合間にね、それをチェックするのがすごい楽しかったね。なんかうちらだけじゃなく、スタッフさんもみんなくじ引きで決まったので、そのマネージャーもそうだし、レコード会社さんもそうだし、ファンクラブもそうだし、だからみんな引いて当たったとこにガチで行ってるから、だから本当に頼りないチームは頼りないチームやばいんじゃないみたいな。大阪はもうしっかりと程よく真ん中の人たちがいい真面目な感じでちゃんとこう仕事に担うパターンの人たちが来てたんで、まったりしてました。慌てることもなく淡々と進み、みんなでのほほんとして大阪ね。よかったよね。福岡は前日入りだったよね。そううちはだから一番てっぺんと一番ペーペーがいるチームだったから、ペーペーがねファンクラブのね男の子だったのよ。だからもうファンクラブで追ってもらってたじゃん。中心、ファンクラブ中心でカメラとか回したり写真とか撮ったり、カメラを忘れ一番上の人に撮りに行ってもらいみたいな。やってんな。2人が撮ってる映像私1個撮ってないみたいなのはありますけど、まあだって急にね重大な任務をね背負っちゃったから。そう初めてね、急にカメラ持たされて行かされてもね、何やったらいいかわからんよね。だからファンクラブのリーダーからめっちゃ電話来てて、朝起きたら電話しなさいみたいな。お母さん空港に着いたら電話しなさいみたいな。そういう感じだった。そうなんだ。だって最後空港からバスに乗せたので大丈夫だと思います福岡チームからのファンクラブの男の子の報告をグループメールでしてて、そうなの。あれも面白かったね。心配で。そうでも朝からね、サテライトはいっぱい、一番多かったよねサテライトの。そうだね、福岡でサテライト3つやって、でもたくさん来てくれたよ。朝から夕方まで。嬉しいね。よかったね。嬉しかった。生放送が私も多かったんだけど、サテライトはまあ1個で、でほんでなんかすごいたくさんの人が並んでくれててね、雨だったんよ。雨だったんだ。そう、雨が降っとったけん、ちょっと山城さん雨じゃないですかって、イベンターさんに言ったら、オッケーじゃあ雨やましとくわって
あ、もしもし、雨でもう大丈夫？ちょっともう、やらせてもらって、大丈夫なんで。こうやって言ったら、本当に晴れてきて。うわ、すごいね。マジで。そう。生放送ラシックでやってる時は、雨降ってなかったの。ほんで、終わって、またプールに。へえ、すごいじゃん。持ってたね。すごいね。山城さんが持ってた。山せたんだね。電話して。山せてくれてたね。大阪はね、あるでしょ、生放送じゃなくて、収録で公開。そう、公開収録と、ニュース見た。公開じゃない生放送にも出て、あとは、普通の他の日に放送される収録が山盛りって感じ。山盛り。ねえ。大阪そうだよね。いろんななんか滋賀とか。そう、関西地区いっぱい担当ね。あれ、嬉しいよね。嬉しい。久しぶりに会う人いっぱいいて、ああ、2人にも会いたかったですって言ってて、今度はぜひ3人で来てくださいってみんなに言われた。嬉しい。だから収録したものも3人それぞれいっぱいあるから、これからまたね、放送される。ね、そうじゃなさ流れると思います。皆さん、こんばんは。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、Perfume です。よろしくお願いします。ちょっとここで書き込みを1通紹介しますね。はい。埼玉県21歳男の子ラジオネームトール男爵くん。はい。今新宿ナウわら。タワレコでうちわと特製クリアファイルもらナウわら。これもらったナウのことかな。そうだね。はあ。伊勢丹行ったら入場規制ナウ。ナウなこといっぱいあるじゃん。なので入場時間までお昼ご飯ナウ。ということでタワレコにも伊勢丹にも本当にたくさんの方が集まっていました。言ってくれたんだね。ありがとう。超嬉しい。だからまあ合ってることといえば新宿ナウだけだよね。そうだな。そうだね。こう駅に着いたところから1行ずつ足してたのかな。これはだからあれだね、先週の話だよね。そう、先週9月21日私たちのデビュー記念日11周年ですね。伊勢丹さんもいろんなところで、前は新宿だけだったけど、いろんなとこでね、やってくれて、各地でいろんなイベント行われていました。はい。言ってくれたんだね、男爵くんも。ね、ありがとうございます。夏限定モテ男子モテ女子の結果を研究せよ。気がついたら夏終わっちゃってましたね。終わってたね。あっという間だね。でもね、これね、去年より早いんですよ。確かに。去年発表したのはもう完全なる秋でしたから。何月だ？ 11 月って言ったっけ？11月とか。もう年末だから。早いです、まだ。ということで、本日のPerfume Rocksは、夏限定モテ男子、モテ女子、結果発表！嬉しい。楽しみにしてました。改めて説明しますね。私たち3人がそれぞれ夏限定のモテ男子モテ女子の条件を出して、それぞれ3つずつの条件を全て兼ね備えた生徒を募集。選ばれた生徒には私たちの私物をプレゼントするというものでした。私物はあーちゃんが伊勢丹で買ったシュシュ、かしゆかが家で使っていた猫柄のマグカップ、で私のっちがオリエンタルな匂いがするお家で使っているディフューザーでございました。はい。これだからあーちゃんは女子だよね。シュシュだもんね。女子だね。そうじゃね。私マグカップだからどっちでも平気かな。男子でも女子でも。ディフューザー男子も女子もどっちでもいけますね。はい。じゃあ、条件言っとこうか。そうしましょう。お伝えしましょう。夏限定モテ男子の条件。ワックスつけてなくて、浴衣をきっちり着てて、センス持ってて、大きなメガネかけてて、メガネの中が曇ってて、ガリガリ君をガリガリ食べている男子。はい。3回目なので、条件どんどん増えてますけど、さっき私が説明した時にはモテ男子モテ女子それぞれ3つずつって書いてたんですよね。あれ本当だ。もう3つどころじゃない。6個くらいに。でも3行にはまとまってます。確かに3行ではある。ギリね。みんなやってくれたのかしら。6個くらい増えてますけど。だからワックスをつけてない写真で、これ何どう判断すればいいのかっていうのありますけど、だからテカリ方とか写真のサラツヤ感とか、のっちさんがワックスつけてないのが好きだって言ったから、そうなのね。これ私判断しますね。わかりました。ジャッジしてくれるんですか。そこはのっちさんのその関門をくぐり抜けないとダメなんですね。もちろん。なるほど。わかりました。早速じゃあ男子から見ていこうか。はい。いやみんな頑張ってるよ。頑張って
てるよ。ラジオネームちゃんべいくん、男の子、初浴衣です。おばあちゃんが着付けの先生をしてるので着せてもらいました。そして浴衣はおじいちゃんのものを借りました。浴衣を着ることなんて全然なかったので、このような機会を作っていただけで本当に感謝していますって。すごいガチメガネだって。いやでもやっぱりね、その着付けの先生がおばあちゃんってことで、やっぱポーズもやっぱりちょっと違いますね。足の出し方とかね、出し方も分かってるし、膝を内に入れてる感じもね。あとやっぱキュッとちゃんと帯のとことか綺麗だし、裾のねラインとかも綺麗に揃ってて、さすがですね。髪の毛サラサラですね。これはこれいいですか？これはワックスついてないサラサラでしょう。あとは学校で撮ってくれてるキャベツつぶろくん15歳、文化祭の時に撮りました。だっていいじゃん2人。文化祭の時に浴衣着たってこと？そうだね。足はローファー。足ローファー可愛いね。制服の上から着たんだろこれ。そういうこと。じゃあ下ズボン履いてるんだ。履いてるね。見えますね。Perfume のタオルつけてくれてるね。いいですね。かわいい。後ろの黒板にさ、なんか多分これ数学かなんかで使ったんかな、三角錐が3つ重なって一番上の点の上からなんかドラえもんの尻尾みたいなのが出てるけども、怖い。これ何なんだろうね。気になるね。すごく気になる。ありがとうございます。キクッチ、これ17歳。すごいね。ほんまにメガネ曇っとる。曇ってるね。本当だ。どうやってやったんだろうね。私好きよ。本当？でこのメガネはガチでしょう。ガチだね。この形ね。わかる。もう間違いないです。柄の細さとかね。私が学生だったらこう好きになってるタイプ。あら、キクッチよかったな。だって見て手、爪綺麗なの。本当だ。綺麗に切ってる。わかる？いい。手が綺麗ってやっぱね女子は高いんで、寝転がってちょっと首起き上がらせたんだろうね。もう顔が真っ赤。結構長いことを静止して首頑張ってやりました。一生懸命撮ってくれてる。もう出てます。影が後ろに出てるからね。みんなもう自宅で撮ってる感がすごくね。うわーかわいい。クエイドルさん、16歳女の子から来てますね。髪の毛がいい感じに濡れてますよ。本当だ。もう赤ちゃんが汗かいた時のぺったり感ね、そうだね。束感が。赤ちゃんです。これ赤ちゃんです。赤ちゃんモテ男子なのかなこれから。2歳ぐらい。赤ちゃんありがとうね。あとはね、ペータロー19歳。いいよね。いいね。モテるんだろうなっていう。この人モテるね。絶対モテる。いい部活してんだろうね。だし、あとお家がね、いい家。お金持ってそう。いいよ。3人家見がちだよね。だって後ろのほら飾り物が違うもの。そう。だってモテる人じゃなきゃ眼鏡上に上げないもん。上げないね。ほんで表情によってあれ止めてるから眼鏡。本当だ。眉毛は寄せらせて。でもね浴衣がちょっとね、ちょっとここ首開きすぎかな。確かに。ちょっとワイルドな着こなしでしたね。そうね。もうちょっとキュッとしてほしかった。確かに。あとね、ラジオネーム壮大な未来くん。はい。ガイ風呂上がりのガリガリくん。今年の夏も浴衣を着て遊ぶような思い出もなく残念です。いつか浴衣を着こなして Perfume さんを花火大会に連れて行ける男になりたいです。でもこのご時世にさ、どうやったらこんな画質悪い写真撮れるの？本当よ。ブレてるの？画質悪さどうしたの？どうなったんよそれ。ほんで後ろの収納がすごいじゃん。すごいじゃん。めちゃいいお家じゃん。いや広いんだろうな。立てつけてあんのこれ。しかもこれちょっとさ、写真撮るタイミング目つぶっちゃったのかな。本当だね。あとセンスも開いてなきゃ。センス開いて下に下ろしたまんまでアピールとかしない。タオルみたいなの。頭何巻いとんこれ。ガリガリ君も食べてないし。お風呂上がりはこういうことをするのかな。可愛すぎるね。文章もいいよね。そうなのよ。浴衣を着て遊ぶような思い出もなく残念です。真面目。応援したいよね。かわいいな。だからほらラジオネーム壮大な未来。未来にかけてるんだね。いいね。苦しいよ。心打たれるね彼には。私この子にしようかな。壮大な未来くんにする。お、来た。ゆかちゃん決まりました。壮大な未来。おめでとう。壮大な未来くん。歌
シウカから。はい、猫柄のマグカップ差し上げます。ぜひ使ってね。じゃあ次は女子かな。はい。あれ、終わった。あれもう嘘。時間なんだ。じゃあ、女子は。女子なし？来週にしよう。来週そんな喋ったっけ？そうですか。暑いね。まあ来週も聞いてほしいね。じゃあ。いいなシンプルにいいな出ましたね。あ校長の本音が出たやつ出ましたね。いいなでしょこれは。もう羨ましい本当に。壮大な未来ラジオネームね、めでたいねこれね。俺はもうめちゃくちゃいろいろ突っ込まれてましたけどね。そうだね。いろいろ写真から読み取れるものが多すぎたんですよね。これだから全国各地キャンペーン、なんか今までやってそうでバラバラに行くのね、なかったんだね。そうなんです。なかったんだね。誰ですか？田舎のいや方私ずっとね、Perfume 研究員のことをその2007年ぐらいからずっと好きで、そうなんですね。で好きになる前の情報とかも、例えばクイックジャパン読んだりとか、そういったもので収集してたんだけれども、確かにこれだってるノッチが福岡行くとか、あーちゃんが名古屋とかね、バラバラにね。カシューカが大阪とかなかったんだなって思って。この曲なんだこれ。ツイッターとか見たらPerfume研究員の公式アカウントのね、そのたくさんそのサテライトスタジオとかに集まられてるねファンの皆さんとかも情報がね、とても幸せそうな顔しててよかったなって思ってたの私は。あれ日本人の方ですよね。違います私。違うのか。キプロスからやってきました私。そうなの？はい、キプロスでもPerfume流行ってますから。マジかすごいわPerfume。そうです。はい、危ない。いやー危ない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 でしょ。危ない。何ですかあえて今の時間。間を作ってみました。怖い。急にやめて。ギリギリまでいけるかどうかっていうことです。なんで今それをやろうと思ったの？怖いですよ。明日のこの時間は我が校の進路室の代表アレキサンドロス大王が